はい、こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミーです。今回は、ピカピカ表面仕上げのシムゴット EA500 です。EA シリーズでは EA2000 がフラッグシップモデル。EA500 はエントリーモデルだけど、1万円ぐらいはする。早速見ていこうか。はい。外観は表面メッキ加工を施したオールメタルキャビティでとにかく綺麗です。これ欲しいな。アイは綺麗とか可愛いとかですぐ欲しくなるんだね。そうよ。で、高密度合金金属の妖怪&鋳造と CNC 精密彫刻で加工されているんですって。内面に微妙な凹凸があって、冷剤波を効果的に抑制する設計になってるらしいよ。綺麗なだけじゃないってことね。おお、ますます欲しくなってきた。いくらだって ?1 万円くらいよ。これは買いね。後でポチるそう。ポチれポチれー。続けます。重さは片側実測 10.3g。ちょっと重めかしら。厚みは約 21mm。持った感じも装着しても薄めに感じるわ。それから交換タイプのフィルターノズルでちょっと変化が楽しめるのよね。ゴムリングは赤と黒で消耗品だからスペアが結構入ってる。これ強く染みすぎるとゴムがちぎれちゃうんでお気をつけを。エアブラシの先端部の交換部品みたいだね。どうなんですか？ああ、ジャックさんがガンプラ塗装に使ってるやつですね。チューニングノズルについては音質編でもう少し触れてみる予定です。あとはエアフローかな。ノズルに近い方は結構音も一緒に漏れてくる。遠い方からも少し音漏れはあるけど、内側だからオープン設計ってわけではないよね。でもこれ聞き心地にすごく効果あるように思うわ。ミミーちゃん、内部はどんな感じ？はいはい。EA500 は 10mm デュアルマグネティックサーキットとデュアルキャビティドライバーを採用。内耳型と外耳型の両方の磁気回路を備えてるの。ドライバー素材は第4世代 DLC コンポジットダイヤフラムで3種類の異なる素材を組み込み、それぞれ異なるパーツで構成されているのね。DLC ダイヤモンドライフカーボンは強合成、高減衰、軽量という特徴を持ち、振動板素材で使われるのをよく見かけるわ。THC じゃないからね。それはバージンオイルじゃん。EA500 と一緒にポチっちゃうぞ。はいはい。イヤピの測定結果はこんな感じで、左のグラフの赤がバンドルイヤピね。広域がきついと感じたらファイナル E で調整すると効果的。右のグラフはだいたい似たカーブになっているので、装着感の好みで選べば良さそうよ。今回のサウンドチェックの比較モデルどうしましょうか？価格帯が同じぐらいでドライバー素材が DLC ってことで、ムーンドロップアリアスノーエディションにしようか。最近あまり聞いてませんでしたね。楽しみです。ケーブルは EA500 付属ケーブルをイヤピはダンジジム TAPB トレブルで収録しました。ではどうぞ。音量上がります。ではまず EA500 のシングル波形です。ジャックさん、聞いた印象通り低域が結構控えめですね。そうだね。今まで聞いたモデルで似た感じなのは HG サウンドハートミラーの最初のモデルとかキネラ BD005 プロとか、もう少し極端な感じだと KB やラークとかかな。低域控えめで中高域から高域が特徴だよね。この中で EA500 はさらにバランスを意識した感じになっていませんか？そうだね。高域に突出したピークはないし、中域の減衰も少ない。中高域から高域が綺麗でありながら全体的なバランスいいよね。
この中ではハートミラーが一番近いんじゃない？そうね、外観の鏡面仕上げも似てるし、特性も結構近いわね。実機での聞き比べでも似た印象で、ハートミラーが好きな人には間違いなく受け入れられる質感だろうね。さらに言えば、ハートミラーより低域のパンチがあって、中高域から高域がさらにワイドといった感じ。次はサウンドチェックでの比較モデル、アリアスノーエディションとの比較波形です。DLC 対決で価格も近いんですよね。そうだね。アリアスノーの低域が特別強いわけじゃないけど、この比較だと強く見えるね。実機の聞き比べでも低域の違いははっきりしてた。その分 EA500 に比べボーカルが少し引っ込んで細い感じに聞こえたね。比較しなければアリアスノーで満足なんだけど、やっぱり EA500 の中高域から高域が良くて、さらにふわっとした感覚の広がりがプラスされるんだわ。このふわっと感が心地いいんだよね。この辺りの出方を見るとボーカル刺さりそうなんだけど、ほとんど刺さらないんだよ。エアフロー調整とかドライバー構造とか様々な要因でこの感じを実現しているんだろうね。 EA500 を最初に聞いた印象がおーワイドだったのね。近くにいる音と遠目にいる音が割とはっきり感じられたね。そういうのを立体的っていうのかな？そうだね。写真でも背景をぼかして被写体が鮮明だと立体的に見えるのと似た感じかな。そういう繊細な感じってやっぱり低域が強いと難しいんですかね？そう思うね。特にさっき言ったようなふわっとした感じの広がりとかは低域の長い波長に渦漏れ気味になってしまうと思うので、中高域から高域が綺麗なモデルは低域を少し抑えているものが多いんじゃないかな。じゃあ EA500 はバランス重視のジャックさんは好きじゃないのかな？そんなことないよ。傾向が極端でなければ全然 OK。 EA500 は1万円ぐらいのモデルだけどかなりいい感じに仕上がってると思うよ。次はチューニングノズルね。波形はこんな感じ。3種類のイヤピで測定してみたよ。ブラックリングのノズルに変えると 2kg から 8kg の帯域で少し強調される箇所があるね。ファイナル E はやっぱり独特で 6kg 以降は結構絞られてる感じ。高域が強調される分低域が少し抑えられて見えるのは相対的なレベルの問題で、実際の聞こえ方はデフォルトでいい中高域から高域にさらに磨きがかかる感じ。その代わり超高域は少し抑えられてるね。ジャックさんはどっちが好きですか？これはね、どっちもいいわ。ブラックリングのノズルはちょっときつめの質感なんだけど、その分音がはっきりして解像感が上がる感じ。レッドリングはそれをちょっと抑えた優しさを感じるから、やっぱどっちもいいわ。ジャックさん案外優柔不断なのね。誰にでも優しいのは罪なのよ。おいおい、何の話だよ。まとめると EA500 は低域は少し控えめだが気になるほどの不足は感じず、ドラムのキックやベースラインは量感を抑えた分むしろはっきり聞き取れる。フロアタムの川鳴りの感じがいい。ボーカルやメロディーラインがただ前に出てくるだけでなくふわっと感をまといつつ芯のある感じ。ハイハットの刻みはやや後方から線の細い質感で聞こえる。クラッシュ系のシンバルも減衰が早めでこちらも線が細く全体のバランスを壊さず存在感はある感じ。でももっと高域の伸びを感じたければブラックリングのノズルに変えるとハイハットもシンバルもぐっと前に来るのでお好み次第だが、ハイハットワークに限って言えばブラックリングのノズルの方が気持ちいい。広がりは十分。 EA500 の後別モデルを聞くとあれって思うかもといった感じでしょうか。約1万円という価格でこの質感が手に入るのは結構嬉しいです。しかもどちらのチューニングノズルも実用的で聴覚上の違いもはっきり感じ取れます。低域重視の方はスコープ外になると思いますが、ボーカル中心に聞きたい方にもインスト中心に聞きたい方にもおすすめできるモデルです。はい、愛はポチりました。DHC バージンオイルももちろんポチりません。そうなの？そこはポチっとかないと。ということでシムゴット EA500 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。